はい、皆さんこんにちは。リサのポッドキャストにお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している方向けにお送りしています。簡単な日本語でなるべくゆっくりと話すようにしていますので、ぜひ最後までお聞きください。今日の日本の天気は雨です。昨日は少し曇っていましたが、秋の風が気持ちよかったです。でも今日は朝から雨がしとしと降っていますね。昨日は子供たちとハロウィンイベントをしました。夜はパパも含めて私の家でご飯を食べることになりました。そこで初めて作る料理を披露しましたが、私は味が心配だったので、初めて作ったし美味しくないかもしれないけど食べてみてと伝えました。でも思っていたより美味しかったみたいで、評判も良くて安心しました。今日は日本人がよく使う〇〇だと思う、〇〇かもしれないについて話をしようと思います。日本人は曖昧な表現が好きだと思います。それで〇〇だと思いますよりは〇〇かもしれませんをよく使って話をしていると思います。〇〇だと思う、〇〇だと思いますは自分の気持ちを確定していることになるので、可能性の確率は 90% くらいになります。そして〇〇かもしれない、〇〇かもしれませんだと、その可能性があると言っているだけで可能性の確率は 30% くらいになります。さっきの私のセリフ、美味しくないかもしれないけど食べてみては、美味しくない可能性は 30% くらいになるので、相手はじゃあ味見程度に食べてみようかなと思ってくれます。だけど美味しくないと思うけど食べてみてだと、美味しくない可能性は 90% くらいになるので、相手は美味しくないものなら食べたくないなと思うと思います。他の例えで話をしますね。1、田中くん、今度みんなで飲み会するんだけど参加できるかな？いつするの？来月の25日土曜日だよ。そっか。その日はアルバイトなんだよね。そうだな。行けるかもしれないからまた連絡するわ。オッケー。例え2、田中くん、今度みんなで飲み会するんだけど参加できるかな？いつするの？来月の25日土曜日だよ。そっか。その日はアルバイトなんだよね。でも行けると思うからまた連絡するわ。オッケー。はい。例え1は行けるかもしれないと言ってますね。この場合、この田中くんは飲み会には来ないと思います。30% の確率で行けるかもと言ってるので、70% で来ないことになります。そのため、連絡するわとは言ってますが、連絡はないと思ってください。そして、例え2は、行けると思うと言ってるので、90% の確率で飲み会に参加します。当日までには連絡が来ると思います。また、相手の考えや行動を否定するときにも、かもしれないをよく使います。例えば、田中くん、この道ここで合ってるかな？もしかして違うかもしれないんだよね。ほら、この地図見て、なんか違って見えない？あれ？確認するよ。ほんと、そうだね。じゃあそっちの道で行ってみよう。そうしてみよう。例え2、田中くん、その道で合ってるかな？間違ってると思うよ。ほら、この地図見て。
なんか違って見えない？でも多分こっちの道からも行けると思うんだよね。いいよ、もうこのまま行っちゃおうよ。はい、例え1、かもしれないを使った場合、先ほど話したかもしれないだと可能性では 30% なのですが、実はこれは間違っていることには 100% 気づいてて、でも田中くんを気遣うために違うかもしれないと伝えたのです。そうです。相手の行動を否定するときに使う言葉はかもしれないを使う方が相手にも優しく聞こえるのです。相手もそっか、ちょっと確認してみようかなと思う気持ちになりますね。例え2の思うよを使うと場合によっては相手を傷つけてしまいます。ひどいな、しっかり調べたのに、言い方も強いし、自分の調べた道で行くよとなる可能性も高くなります。日本人はなぜこの曖昧な表現を使うことを好むのかなと考えたのですが、一つははっきりと断ったり、相手の間違いをはっきり指摘するのが苦手なのだと思います。そして自分が伝えたことが間違っていたとき、責任を逃れるために使っているのかなと思います。でも一番は相手を不愉快な気持ちにさせないように心遣いをしてしまうからだと思います。和を大切にする昔からの日本人の習性だと思います。外国の方から見ればどっちかはっきり言ってと思うかもしれませんが、そんな優しさがあるのが日本人だと思ってもらえたら嬉しいです。私もかもしれないは口癖のように言っています。もちろん本当に断らなきゃいけない場面や間違ってる時はしっかりと伝えますよ。でももしかして相手との人間関係の深さにも関係するかもしれませんね。またかもしれないを使いましたね。そう、どうしても曖昧な表現を好む傾向が日本人にはありそうですね。皆さんはこんな日本人をどう思いますか？わかりづらいですか？それとも同じ気持ちですか？コメント欄でぜひ教えてください。今日も聞いていただいてありがとうございました。これからも日本語の勉強に役立つコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。繰り返します。次は振り仮名なし、字幕なしです。皆さんこんにちは。リサのポッドキャストにお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している方向けにお送りしています。簡単な日本語でなるべくゆっくりと話すようにしています。ぜひ最後までお聞きください。今日の日本の天気は雨です。昨日は少し曇っていましたが、秋の風が気持ちよかったです。でも今日は朝から雨がしとしと降っていますね。昨日は子供たちとハロウィンイベントをしました。夜はパパも含めて私の家でご飯を食べることになりました。そこで初めて作る料理を披露しましたが、私は味が心配だったので、初めて作ったし美味しくないかもしれないけど食べてみてと伝えました。でも思っていたより美味しかったみたいで、評判も良くて安心しました。今日は日本人がよく使う〇〇だと思う、〇〇かもしれないについて話をしようと思います。日本人は曖昧な表現が好きだと思います。それで
〇〇だと思いますよりは〇〇かもしれませんをよく使って話をしていると思います。〇〇だと思う、〇〇だと思いますは自分の気持ちを確定していることになるので、可能性の確率は 90% くらいになります。そして〇〇かもしれない、〇〇かもしれませんだと、その可能性があると言っているだけで可能性の確率は 30% くらいになります。さっきの私のセリフ、美味しくないかもしれないけど食べてみては、美味しくない可能性は 30% くらいになるので、相手はじゃあ味見程度に食べてみようかなと思ってくれます。だけど美味しくないと思うけど食べてみてだと、美味しくない可能性は 90% くらいになるので、相手は美味しくないものなら食べたくないなと思うと思います。他の例えで話をしますね。1、田中くん、今度みんなで飲み会するんだけど参加できるかな？いつするの？来月の25日土曜日だよ。そっか。その日はアルバイトなんだよね。そうだな。行けるかもしれないからまた連絡するわ。オッケー。例え2、田中くん、今度みんなで飲み会するんだけど参加できるかな？いつするの？来月の25日土曜日だよ。そっか。その日はアルバイトなんだよね。でも行けると思うからまた連絡するわ。オッケー。はい。例え1は行けるかもしれないと言ってますね。この場合、この田中くんは飲み会には来ないと思います。30% の確率で行けるかもと言ってるので、70% で来ないことになります。そのため、連絡するわとは言ってますが、連絡はないと思ってください。そして、例え2は、行けると思うと言ってるので、90% の確率で飲み会に参加します。当日までには連絡が来ると思います。また、相手の考えや行動を否定するときにも、かもしれないをよく使います。例えば、田中くん、この道ここで合ってるかな？もしかして違うかもしれないんだよね。ほら、この地図見て、なんか違って見えない？あれ？確認するよ。ほんと、そうだね。じゃあそっちの道で行ってみよう。そうしてみよう。例え2、田中くん、その道で合ってるかな？間違ってると思うよ。ほら、この地図見て。なんか違って見えない？でも多分こっちの道からも行けると思うんだよね。いいよ、もうこのまま行っちゃおうよ。はい。例え1、かもしれないを使った場合、先ほど話したかもしれないだと可能性では 30% なのですが、実はこれは間違っていることには 100% 気づいてて、でも田中くんを気遣うために違うかもしれないと伝えたのです。そうです。相手の行動を否定するときに使う言葉は、かもしれないを使う方が相手にも優しく聞こえるのです。相手も、そっか、ちょっと確認してみようかなと思う気持ちになりますね。例え2の思うよを使うと、場合によっては相手を傷つけてしまいます。ひどいな、しっかり調べたのに、言い方も強いし、自分の調べた道で行くよとなる可能性も高くなります。日本人はなぜこの曖昧な表現を使うことを好むのかなと考えたのですが、一つははっきりと断ったり、相手の間違いを
はっきり指摘するのが苦手なのだと思います。そして自分が伝えたことが間違っていたとき、責任を逃れるために使っているのかなと思います。でも一番は相手を不愉快な気持ちにさせないように心遣いをしてしまうからだと思います。和を大切にする昔からの日本人の習性だと思います。外国の方から見ればどっちかはっきり言ってと思うかもしれませんが、そんな優しさがあるのが日本人だと思ってもらえたら嬉しいです。私もかもしれないは口癖のように言っています。もちろん本当に断らなきゃいけない場面や間違ってる時はしっかりと伝えますよ。でももしかして相手との人間関係の深さにも関係するかもしれませんね。あ、またかもしれないを使いましたね。そう、どうしても曖昧な表現を好む傾向が日本人にはありそうですね。皆さんはこんな日本人をどう思いますか？わかりづらいですか？それとも同じ気持ちですか？コメント欄でぜひ教えてください。今日も聞いていただいてありがとうございました。これからも日本語の勉強に役立つコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。